こんにちは、アンナスです。今日はスマプリの使い方の、動画を撮ってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、もうスマプリでちょっと一回刺繍して溶かすところまでやってみよう。これスマプリですね。で、こう出すと中にファイルに入ってて、でシールが2枚入ってます。これ2枚入ってるんですけど、このうちの1枚を取り出して、で今からちょっとこのパンジーを刺繍しようと思います。なのでね、もったいないので、真ん中でドンって使うともったいないので、端から、ただすごいギリギリにやっちゃうと刺しにくくなるんで、ある程度1センチぐらいは余白があった方がいいですね。なのでその本から直接図案が写せるんで、いちいちコピーとかしなくていいのがいいところですね。ちょっとこれはもうコピーしてあるものなんですけど、でペンは 0.28 を使いました。シグノのユニボール。でも何でもいいです。水性ペンで細いのであれば、太いペン、例えば 0.5 とか、今だと 0.8 とかあるのかな、なんか何でもありますよね。太いのってペンがドバって出てしまうので、刺繍してる時にこのインクを拾ってしまうんです。で糸が汚れてしまうので、細ければ細い方がいいです。で私は黒を使ってますけど、人によってはなんかオレンジとかそういう色のついた方がいいっていう方もいらっしゃるので、それは人それぞれ好みがあるということで。でこのテープをこう剥がすと、これいらないんでこれ捨てて、でこのシールがちょっと貼りづらいんですけど、こうやって貼ってください。なので例えばカバンとかポーチとかそういうものは結構便利です。なんかこれでちょっと位置ずれてたなってなったら、これ剥がして位置変えられるんですよね。向きとかちょっと斜めになったなとかありますよね。そのチャコペーパーで写す時って図案が綺麗に写せたと思ってもちょっとだけ斜めになってるとかたまにありますよね。すごい残念な気持ちになるんですけど、そういうのはペリって剥がして刺し直せるのでかなり楽です。でこれで刺繍していきます。
はい、できました。これで図案を溶かしていきます。で、この辺の余白って私はこのまま溶かしてもいいんですけど、こうやってちょっと先にもちぎっておきます。溶かすの大変なので、刺繍した時にこうね、いっぱい刺してるんで、なんかこうミシン目みたいにこうなってるんですよね。だから取りやすいんで、ちょっとざっくりなんですけど、ここ取りました。で、これで溶かしていきます。はい、今熱湯をポットから持ってきたんですけど、枠外します。で、この今ちょっとベタベタしてるんですけど、これをつけて、はい、これで1時間ぐらい置いておきます。はい。では1時間も経ってないかな。もう触れるぐらいのぬるさになったので、絞って、でなんかちょっと乾かしてもいいし、もう私はこれでアイロンをかけていきます。綺麗に取れましたね。でなんかちょっとインクとかもついてたんですけど、もう分かんなくなりました。じゃあこれでアイロンしていきます。じゃあこれを刺繍はいつもこう裏に向けてアイロンをかけていくんで、すごい音ですね。ちょっと本当は乾かしてからやりたいんですけど、ちょっと今びちゃびちゃのままやってる。はい、これで綺麗に出来上がりました。この後はブローチにするなり、なんかこういろいろね、加工してもらうといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。